古漢末期、漢帝、霊帝と安君の治世が続く中、皇帝の近臣、特に宦官が政治を壟断するようになった。剥製に苦しむ民衆の心を捉えたのが太平道の指導者、張覚。彼は全国に数十万の信徒を組織すると、弘和7年、信徒を率いて一斉に放棄した。黄巾の乱である。朝廷は候補数、朱春、盧植らを起用して黄巾の平定に取り組んだ。候補数が庁舎で黄巾の大軍を火攻めで破り、都落葉の危機を救うと、朱春が縁でこれまた数十万の黄巾軍を打ち破り、最後はまたもや候補数が紀州で張覚三兄弟の黄巾主力軍を撃破した。こうして黄巾の乱は発生から10ヶ月で平定された。しかし戦乱が収まった後には、再び霊帝と十条寺による腐敗した政治の繰り返しが待っていたのである。黄巾との戦争中から宦官勢力によって臣下が陥れられる事件は頻発していた。補職は宦官に賄賂を送らなかったため讒言を受けて失脚し、不将は宦官を排除するよう霊帝に上奏したため罪に問われそうになり、同じく十条寺の排除を進言した宦官の流教和氏に追い込まれた。そして王院はかくして明氏の代表格である各隊に一日千里を走る名馬のようであり、王佐の才を持つと評されたこの春英は、黄巾の乱の時に与州志士を務めており、黄巾の陣営に残っていた書簡を押収し、長城の家の者が黄巾と文書をやり取りしていることを暴露した。このため長城はとりわけ王院を目の敵にしていたのである。王院は何としても許すわけにはいかない。これたち全員であいつの罪をでっち上げよう。陛下、陛下。どうした？与州志士の王院が黄巾との戦で手に入れた戦利品を報告せず、我が物としていたことが明らかになりました。同様の報告を私も得ております。今すぐ王院を獄に下し、取り調べるべきです。そうか、それでは奴を取り調べよ。与州志士に不職のおたらいあり、朝廷から派遣した官舎にて、直ちに帝位の獄に赴くように。なんだと、わしが汚職だと。さあ早く来るのだ。こうして王院は無実の罪によって捕らえられ、獄に下された。しかしその後、赦免を受け、与州志士に復帰することができた。くそ、武王院のやつめ。もう一度別の罪をでっち上げてやろう。陛下陛下、大変です。何があった？与州志士の王院が与州で租税として徴収した織物を横流しし、売買代金を着服していることが発覚しました。なんだそれは？本当か？詳しく取り調べる必要があります。彼を帝位の獄に投獄して調査すべきです。そうか、わかった。こうして王院は与州志士に復職してからわずか10日余りで再び逮捕されることになった。なんということだ。法獅子が気の毒すぎる。しかしわしにもどうしようもない。このまま王獅子が投獄されたらどうなることだろう。ありとあらゆる拷問を行われ、耐え難い侮辱を味わうに違いない。そのような苦しみを味わうぐらいなら自らの手で命を絶った方が良いのではないか。ちょっとお前、与州にひとっ走りして王獅子殿に足の助言を伝えてまいれ。かしこまりました。与州志士に不職のおたらいあり、帝位の差し向けた官舎に乗られよ。なんだまたか。法獅子、楊白剣殿から獅子への伝言を承ってまいりました。楊殿は何とおっしゃっておられるのか。あなたが1ヶ月で2回も逮捕されたのは長城の企みによるものです。奴らの悪どさはとこ知れないものがあるから、よくよく考えた方が良いとのこと。うむむ、なるほどわかった。冥府が極利の恥ずかしめを受けるには到底忍びません。恐れながらこの毒薬をお召しください。何を言うのか。私は人心となり君主に罪を得たのだ。死刑となって天下に処すべきである。毒薬を飲んで刑を逃れることなどできようか。王院は門を出て官舎に乗り、洛陽の帝位の獄までやってきた。陛下陛下、王院の審理を早く進めさせてください。そうですそうです。このような悪人を手ぬるく扱ってはなりません。十条寺のひどさは目に余ります。まったくだ、こいつは許せねえぜ。叔父上から陛下に働きかけて、なんと花王志士をお救いすることはできないですか。そうだな。わしだけでは何とも。陛下の主婦であられた楊白剣殿のうちからも借りましょう。そうだな。楊殿と相談しよう。お時間をいただきありがとうございます。天殿、よう来られた。ゲホゲホ。お体の具合はいかがですか？お無理はなりませぬ。いやいや、どうせ先の短い身よ。それより貴殿が来られたのは王獅子の件であろう。そうです。彼を何とかして救いたいと考えており、お力添えを願いたく。
彼こそは社職の真となる人材。失うのは国家の大きな損失じゃ。しかし我らだけでは心もとない。ここは今陛下に最も近い立場にある大将軍の力を借りよう。あの大将軍は十条寺べったりではありませんか。そんなことをしてくれるでしょうか。いや、彼もこのところ私人からの人望を集め、自らの名声を高めたいとしきりと願っている様子だ。我々から年頃に言い聞かせればいいなとは言うまい。そうですか。それでは我が甥を大将軍府に派遣して説得してみましょう。わしも息子を派遣して説得しよう。かくかくしかじかで大獅子殿の御命は天下の人々が注目するところです。ここで王殿を処刑してしまうようなことがあれば、人々の心は朝廷から離れてしまうでしょう。大将軍からも陛下をお諌めしてください。わかった。わしからも申し上げるとしよう。偏家と養家、当代を代表する二大豪族からの申し入れとなれば、家臣も無下にはできなかった。陛下、大将軍から上奏文が来ております。なんだ。君主が内政をしつつ外の意見を聞き入れることで、中心は真心を尽くします。君主が広い度量をもって賢明、有能な人物に対せば、節義のある人々は節操を励まされるのです。王院は特別に選抜されて使命を受け、逆賊を中し、従順な民を安らげ、1ヶ月も経たずに、州の情勢は平静になりました。まさに彼の功労を評価し、釈書を加えるべきですのに、仕えるにあたって不当なことがあったからといって死刑に処されようとしております。その在籍は軽いのに刑罰が重いというのでは、人々の希望に背くものであります。親鸞は三公の位を汚している者として、黙っているわけには参りません。どうしても王位二三公から尋問させ、彼の中廷の心を明らかにされますよ。変氏と楊徳信からも同様の上奏が来ております。この3人が揃って申し入れか。家臣、養子、宴会という重臣3人の申し入れは功を奏し、長女の働きかけにもかかわらず王院は死一等を免じられることになった。しかし五冠の政治は末期的症状だな。霊帝はどうしてこんなに十条寺の言いなりになってしまったんだ。非常に重要な質問だ。いろんな理由が考えられるが、十条寺に情報をコントロールされて世の中の実態が見えなくなっていたというのはまず間違いないだろう。あと、霊帝は自分が臣下の請求を受けずに権力を発揮し続ける、つまりやりたいことをやり続けるために私人と宦官をうまく使っていた側面もあると思う。革新犯的に宦官を重用していたってこと。あれこれ関連してくる皇族勢力よりは宦官の方がうるさいことを言わず、好きなように邸宅させてくれるからな。霊帝は結局私利私欲が最優先だったってことか。部隊は変わって優秀。白軍の青年劉備は関羽、張飛を含めた自己の軍団を率いて黄巾討伐に参加し、方位の趨勢に従って黄巾の族を討伐し、手柄を立て安徽県内に任命されたのだが、大変です。大変です。どうしたのだ。何でも皇帝の御断りが下って、今回の黄巾平定の功績で県の役人に任命された人々の選別が始まるということです。兄、ひょっとすると俺もクビになるかもってことか。噂によると結構な割合で返還者が出るって言われてますよ。そりゃあ大変だ。仕官してまだ大して経ってないじゃないか。これでクビにされたら、俺たちが命を懸けて戦ったのは単だったんだって話になるぜ。全くです。こんなひどい話があっていいものでしょうか。しばらくすると劉備のいる安徽県にも徳友がやってきた。国友が宿舎に到着しましたぞ。あの徳友は前からの顔なじみだ。宿舎に会いに行って、何とかクビにならず残れるように働きかけてこよう。そうしましょう、そうしましょう。権威の劉玄徳殿が徳友殿を訪ねて来られました。劉備が来た。どうせ自分をクビにするなと圧力をかけに来たんだろう。ぶっちゃけあいつはクビって決まってるんだが、あいつしつこく居座ってこねるだろうな。どうされますか。あいつには会いたくない。病気だって言って断っておけ。ということで、ご病気でお会いになられないということです。そうですか。わかりました。国友が病気だというのは本当でしょうか。仮病に決まっている。クソってやつは俺をクビにするつもりに違いない。すると我々は再び流浪の身となるわけですか。劉備の怒りは収まらなかった。しかし打つ手はない。とはいえこのまま黙ってクビになることには我慢できず、職を失う軍団の配下にも顔が立たない。百所に戻った劉備は下役人を呼び集めた。お前ら、俺についてこい。徳友をひっ捕らえるぞ。パンと劉備は下役人を引き連れて再び宿舎に向かい、門内に突入した。なんだ。いきなり何事。わしは福君の密命を受けており、徳友を逮捕する。徳友を捕らえましたぜ。よし、縛り上げて引っ立てろ。劉備は徳友を引っ張り出し、県境まで連行すると木にくくりつけた。
こんな因樹などこっちから叩き返してやるわ。おい、何のつもりだ。早くこの縄をほどけ。ここから生きて帰れると思っているのか。うお、やめろやめろ。僕も俺をなめやがったな。こうしてやる。キュービは杖でに100回の特有を叩きのめした。竜殿、いや、竜様。私が悪うございました。私が間違っておりました。何とぞ、命ばかりは助けください。お前みたいなクソみたいなやつは生かしておく価値もないが、まあこれぐらいにしておいてやるか。おい、野郎ども行くぞ。待ってください。縄をほどいてください。こうして劉備は官位を捨てて逃亡していった。その後しばらく劉備らは消息不明となる。バカマロです。三国演義では、今回のエピソードは超比嘉酒によって特有を鞭打ち、それを劉備が止めたという話になっていました。正史にある劉備自身が特有を200回も杖で打ったという記載が真実と思われます。史実の劉備は三国演義のイメージのような礼儀正しくおとなしい聖人君子ではなかったのです。黄巾の乱は鎮圧されましたが、政治の乱れは解消されないままであり、他の地域でも相次いで反乱が発生し、後漢は崩壊へ向かっていくのです。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。